はい、ということで引き続き丸山さんの練習会をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ先ほどストロークちょっとやりましたけども、今度はボレということで。ボレを。はい。はい。ボレ。僕はちょっとね、今日は見る専門に。うまいっすよ。うまいっすよって。なんかそんなこと言われて。どんなことをやりましょうか。ボレ。はい。いやまずね、小野田プロがヒーティングを買って出ていただいてるんで、ちょっと小野田プロとストローク対ボレでちょっと見てから、はい、ぜひ。いつも通りで結構です。そこからいじっていきます。そこからいろいろね。はい。ではよろしくお願いします。お願いします。はい。行きましょう。すみません。はいです。すみません。うわ。見た。オッケー。シングルスではネットは出る。本当に数回ぐらいです。それをベースにっていう感じではなくて、でも自分なんかボレーダブルスでずっとやってきたんで、ボレーとかはまあできるので、そういう戦術ももっと増やしていったら、これからレベルアップするにはいいと言われたので、もう少しボレーとかのタッチをうまくしたいなっていう。なんか僕はそのネットプレーヤーのボレーっていうよりもどちらかというと前で決めるような練習というか、そういうの多分多くやってきたんじゃないかなって、そのダブルスのとこで前衛でこうバンって打たれた時だったり動いてって止めるっていうことを多分多くやってきたと思うので、ちょっと動きが別に悪いわけじゃないんだけどちょっと激しすぎる、ちょっとこの慌ただしいというか、もっと1対1だし、小野田プロが打つボールを慌てずにちゃんと確実に当てるっていうためのタイミングの取り方と、そのためにどこにラケットをセットすればいいかっていうのをもっと小野田プロのことをしっかり見た方がいい。技術がないわけでも反応が遅いとかっていうわけでも全然ないから、ポジションは結構前目なんでね、もうちょっとね距離を取って後ろからちょっとずつ巻いてごらん、ちょっとずつ巻いてたくさんつなげなきゃいけないわけじゃないから、慌てずにちょっとサービスラインのちょっと前ぐらいから始めてみようか。ちょっと前来ながら打った方がいいかな。そのあたりからで前の方行ったら、もしあったらサイドに決めてもいいです。それはボール出しますから大丈夫です。そう、慌てずにそう OK そうすみません。ナイス。キャッチ。はい。急にボールが飛び出しましたね。ラケットとボールが喧嘩をするような感じがすごく少なくなって、後ろからブックちょっとさっきまではこう衝突してるっていう感じが多かったんで、結構しっかり相手を見て、うわどうですか？なんか落ち着いて時間があるような感じが。そう思ってるよりね時間あるんですよ。もちろんねグリップがどうとかテイクバックの位置がどうとかっていうのはもちろん大事にはなってくるけど、やっぱりこう慌てないでプレーできるんだっていうので自分が自信持てないとより時間を縮めちゃって自分で自分の首を絞めてることになっちゃうから、
ちゃんとボレーできるんだって思うことは大事だと思います。もしスライスのバックのを片手で打ててるから、もし今後やれるんだったらちょっと離すのもありかなと思います。ずっと今は前衛でバッと構えてるから両手でグッと押さえないといけないと思うけど、ある程度距離を出したところでボレーを打つんだったら少しやっぱスイングができた方がボールが飛ぶんで、ここで力加減で何とかするとかショートスイングでボールを飛ばすとか飛ばさないだとコントロールがすごく難しくなると思う。だからそこは今後ね丸山さんがそういうふうにでもちょっとトライしてみようと思って時間を取れるんだったら自分の範囲内できる範囲の中でやってもいいかなと僕は思いますね。シンプルに前詰めてパンって一球で決めるとか、ガシャらないとか、へくらないとか、きちんと当たるっていうことは大前提なんで、ボレーに限らずね、テニスはやっぱりいかに相手のいわゆるスイートスポットと言われるこの場所を外すかのスポーツなんで、そこをお互い外し合うところを外されないようにすればコントロールできるわけだから、そこはすごく大事だなと僕は思います。ちょっとせっかく少しスマッシュもやりましょうか。はい、お願いします。はい、ちょっとね眩しいところが場所によってはあるね。見える。ナイス。ちょっとミックスしようか。ちょっとボレーとスマッシュをミックスする。慌てずに、これも一緒です。慌てずにいきましょう。すいません。はいよ。やべえ、ロブが甘すぎる。はい、行きます。これ行きます。ごめんごめん。オッケー、いいねいいね。バック大丈夫だね。今うまかったですね。使い分けてもいいと思いますよ。例えば低いとかちょっと遠い時は片手にちょっと、なるようにしてもいいし、自分の近くだったり力をグッと出したいなと思ったらうまく左手を、それはもう僕らがこうしなさいというよりもね、丸山さんが選んだ方が絶対選ぶっていうのは言ってすぐできるんだから、それぐらいのアレンジはやっぱできますよね。ネット系は結構出る？そんなには出ないです。ドライブボレーは？ドライブボレーは自分よく使います。最近ね、そうなんですよ。知ってました？ドライブボレーのねアップをするんだよね。ドライブボレーアップします。アップで3分とか5分すごくないですか？僕ら絶対やらないでしょ。ボレーやったらはいスマッシュって言って、逆にスマッシュやらなかったりするよね。なんか別に打たない子1球ぐらい打ってドライブボレーお願いしますって言って、ドライブボレーお願いしますって僕言ったことない。スマッシュしないでこうやって打った方がいい？なんか女子は多分こっちのオーバーよりこっちの方が決まりやすい。自分には自信はこっちの方があるんで、ちょっとそれもなんか入れてもいいかなと思うんですけどね。このミックスしながら。スイングボレーか。そう、スイングボレー。ちょっとやってみますじゃあ。じゃあちょっとポジション後ろ目でいいですよね。いいです。ボレー打って例えばスマッシュ打ってあまり詰めないでドライブボレー打ったりも自由にしてください。それは。そう。いいよ。はい、行きます。ボレー含め打ってもいいですよ。ボレー打ってもいいし、ボレーをうまく混ぜながらお任せします。そう。よく鍛えられてるわ。そういうこと。そういうことなんですよ。最近振った方がいいんだ。そう。それはそうだよな。道具とかね、いろんなことあると。はい。こっちは？いや、それの判断ね。はい、行きます。
ボレーするかドライブいくか。でもスマッシュ上手ね。ああ、判断もいい。そう。いや、ああ、いいですボールだ。すいません。ね、時代ですね。時代だね。男子ではね、あまり、選手はストロークで追い込んでドライブボレーっていうのは、ATP ツアーの中でもチチパスとかさ、ズベレフとかやるけど、ダブルスの時にね、ロブが来た時とかにね、もうやりますね。俺らはさ、そういう概念あんまなかったでしょ。こう決めるか、こうするかどっちか。だからすごいね、スマッシュの練習をねしてた覚えがあるけど、まあ併用して多分フォアのストロークが得意だったらフォアのドライブボレーをうまく生かすっていうのも僕は手だなと思いますね。で高校生って、まあ、主にの試合が、ね、当然多いですけど、やっぱりハードコートとか大学生とか一般になってくると、ハードコートでやる機会が多くなるので、海外とか行くのね、そうなってくるとやっぱり後ろのディフェンスで拾うってことが得意な選手、ただそれだけでは多分ダメだと思うから、今みたいに中に入ってネットにつなげるとか、ショートポイントでしっかりポイントを取れるところと、ロングで粘ってポイントが取れるって、いろんなこう戦略を自分で持っていくと試合中楽になるんですよね。これしかできない、これとこれしかできないってなると行き詰まる時は必ず出てくるんで、今みたいに逃げる、攻める、崩す、まあ、この3つを組み合わせてゲームを作っていくと、もっとテニスが楽しくなるのかなっていう感じは見ててしました。技術的にはもうそんな言うことそんなないですよ。まあいうことというか、その大きな変化はないですね。必要なその小さな変化が、多分その一つのことでは小さな変化だけど、いろんなショットのところのね、同じフォアにしたって、今はフォアはすごい武器だってなってるけど、じゃあ相手がスライス打った時だとか、相手がちょっと高いボール打ってリズムを崩された時に、それでも本当に打てるものなのか、遠くに走らされた時にちゃんとできるとか、低いとこ出された時にね、1回はスライスで返すとかっていう、フォア一つにとってもいろんなものをやっぱり、レベルを上げていかなきゃいけない。でそれがちょっとずつ良くなっていくと、さらにテニス全体のところが変わってすごく良くなると思うから、そういうところを今度はね突き詰めていくっていうことになるんじゃないかな。We are Japan's #1 tennis channel, Star Tennis Academy. どうでした？そうですね、ボレーとかもこの先絶対自分のプレースタイルの中に組み込めれると思うので、やっぱりそこがもっとうまくいったらもっと勝てるようになるかなっていうふうに思ってて、やっぱりそれもスライスも今日聞いて高尾さんがもうすごいスライスうまいので、そういうところをいっぱい吸収できたのはすごい嬉しいです。ボレーまで終わりましたけど、どうですか？いや、それはインターハイ優勝するにはふさわしい選手じゃないですか。だって言われたことすぐできるし、今のラリーでもほとんど変なミスないし、まあ集中してやってくれてるんだと思うんですけども、なんですかね。だからこれからのことを考えると、何か特徴を出していかないと生き残るのが難しいとも言えるんですよ。今までは多分中学高校と3学年のところでこう離れて、でも今度もし大学行ったり一般の大会出ると年齢が全然違う、もしくはこう体格がいい女子の選手だったりスピードボールがある選手となると、オーソドックスにできるだけでは多分なかなか太刀打ちできなくなると思うんで、そういう部分でやっぱりこのフォアを生かしながらっていうところをどれだけやれるかですね。そうですね。まず彼女小柄ですごい走れるので、それは一つの武器としてやっぱ打つ、走るっていうのを絶対こう前提に考えなきゃいけない。今の選手たちはそうですね。でやっぱハードでやる機会が多ければネットプレーに行く回数とか、攻撃的に相手の時間を奪って走らせるっていうコンビネーションで取っていくっていうのがやっぱできると、もっと簡単に自分のエネルギーをガーって走んなくてもポンポンで。そこができるとグググってまた1段落も2段落もいくのかなっていう。高校生のとこではね、多分1セットだったり8ゲームっていうのが多かったと思うんですよ、いわゆるルールとして、でも今度はやっぱり3セットマッチをやっぱりこうがっぷり四つで組んだところでやんなきゃいけない、もしくは
ね、先ほど言ったようにこう相手のレベルがまた上がっていったりするとやっぱり1試合に使うエネルギーとかもね奪われるから、それが連戦で夏場はね、インカレとか全日本とかあったから、なんかその環境にも耐えなきゃいけないし、ちょっとじゃあサーブをやりましょうか。そうですね。はい。はい。じゃあお願いします。はい。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!